この時期暑くなってきましたからそうめんの需要が増えますね。ナスごまそうめんというメニューを作ります。練りごま、別々の鍋でそうめんとナス茹でて火口2つ使いたくないしみたいなところあるじゃないですか。それをまとめちゃったっていうレシピですね。しっかりと油分もあるので練りごまのね重めなんですけど口どけがいいっていう感じですかね。割とねしっかり味なんで飽きが来ないと思います。この時期ナスがとてもお安いですよね。だから本当にこの時期にナスのレシピ教えてくださいっていう声が非常に多いです。それにお答えするプラスやっぱこの時期暑くなってきましたからそうめんの需要が増えますね。それを合わせたレシピになります。ナスごまそうめんというメニューを作ります。もうすぐ七夕ですね。七夕なぜかそうめん食べるという風習がございますね。その時期にぴったりのレシピだと思います。ナスごまそうめん材料です。ナス、そうめん、めんつゆ、水、白練りごま、和がらし、ごま油と青ネギですね。小口切りです。まずポイントというかですね、作り方、やっぱり別々の鍋でそうめんとナス茹でてこの時期やっぱり暑いし火口2つ使いたくないしみたいなところあるじゃないですか。それをまとめちゃったっていうレシピですね。まずナス切っていきます。ヘタをギリギリのところで落としてで皮むきます。ナスはですね皮むくとねまた全然食材としての表情変わりますからね。皮の要は張りがない状態なんですごい柔らかくかつ火入れてからちょっと中の水分抜いたりすると味を染み込みやすい食材になりますね。で皮むいた瞬間から表面にアクが浮き始めるのであんまり皮むいた状態で放置しない方がいいです。放置するなら水の中に入れておく。皮むけたらこの長さのまま、4等分ぐらいかな。さらに4等分ぐらいかな。はい、これで準備 OK ですね。ここで沸いた湯に入れて先にナスから茹でていきます。3分です。入れます。しっかりと湯に浸かっている状態ですね。この間に合わせ調味料作ります。めんつゆ、お水、ちょっと濃いんでね割ります。で練りごまでからし苦手な方は入れなくていいんですけど僕は入れた方が美味しいと思いますね。割とたっぷり入れます。ただ練りごま入ってるんで溶けづらいので泡立てでしっかりと合わせておきます。こんな感じですかね。ちょっと分離した状態にはなるんですけどこのぐらいで混ざれば十分だと思います。はい、じゃあ3分経ったので3分経った状態どうかというとちょっとこうくったりとこういう状態になりますね。ナスがね。でナスってちょっとやっぱりアクがあるので少し色が変わります。今日ここで一緒にそうめん茹でるんでちょっとアク臭くなりそうだなと思うんですけど最後水洗いするのでそれで落ちます。ただこのぐらいの湯でこれ以上4本とか5本とか入れちゃうと多分ね移りますね匂いがね。それだけ注意ですね。そしたらそうめん入れていきます。そうめんを食べ続けると飽きますよね。どうしてもねやっぱ具材が欲しい時にはいいかなっていう。では1分半ですかね経ったのでそうめんを揚げていきます。ナスと一緒。たらすぐ冷水取ります。で1回冷水に浸しちゃいます。ナス自体に茹で汁っていうかこの熱くなった水分が入ってるわけですよ。これも冷えないと美味しくない。ちょっと軽く揉むようにして中の水分出して冷たい水入れてあげる感じですかね。イメージとしてはね。そしたら盛り付けですがナスと一緒にちょっと絞ります。最後まで水分抜かなくていいんですけどちょっとキュッと思いっきりグーじゃなくて
じわじわと締めていく感じで水分入れていく。先ほど合わせた合わせ調味料をかけて、小ネギをセンターで、最後にごま油少々ですね。はい、OK です。ではそうめんすすりたいと思います。ナスと一緒にいただきます。しっかりと油分もあるので、練りごまのね、重めなんですけど、でもこのナスの中の水分が、適度に抜いた水分がすごく口の中でいいバランスにしてくれる、口どけがいいっていう感じですかね。割とねしっかり味なんで飽きが来ないと思います。そうめんレシピの一つにぜひ加えてお楽しみいただければと思います。作ってみてください。ごちそうさまでした。